ワイドなディスプレイはこの位置がしっくりくるね。カープレイや Android オートに対応していない昔の車でもポンと設置するだけであっという間に Android ナビ。一部制限はあります。車がカープレイや Android オートに対応していなくてもとりあえずこれ置いとけばいいや的な万能ポータブルアイテムがありました。的なやつね。いや皆さんこんにちは、七草です。今日の製品はこちら、オッドキャストから後付けポータブルナビタイプのもうこのまんま使える画面付きの製品が出ましたので、今日はこちらを詳しくレビューしていきたいと思います。今まで AI ボックスやカープレイアイテムなど使いたいんだけど中古車や古い車は使用条件を満たしていなくて使いたいんだけど諦めるしかない状況でした。そこで今回の製品は有線カープレイが使えるなどの使用条件が全くいらず、このまま設置するだけで YouTube や Netflix、プライムビデオなどが見れてしまいます。ワイヤレスカープレイや Android オートも使えますからね。なので中古車や古い車が有線カープレイに対応していない方におすすめです。つまりどんな車でも OK。 その名もオッドキャストのオッドスクリーンとデカデカと書いてありますが、正式名称はスクリーンフローという製品です。今回ね、またセールが来ます。最後の方にお得な情報と視聴者限定のクーポンもありますので、ぜひ最後まで見ていってください。俗に言う Android ナビとは少し違う部分もありますので、このあたりもね、分かりやすく伝えられればと思います。今回もね、思ったことはズバズバと言っていきます。開封しながら見ていきましょう。だいたいできることは予想できると思いますので、できないことは何なのか、この辺をしっかりと確認しながら見ていきたいと思います。まずはざっくりとこの製品がどんなものなのか、何ができるのかを見ていきたいと思います。オッドキャストスクリーンフローって何ができんのって話ですが、まずポータブルタイプのためポン付け設置できます。設置がものすごく簡単です。置くだけ貼るだけで設置できます。あとスタンドを別途用意しておけば簡単に複数の車で持ち運びできます。次ですが Android 13搭載で指定のアプリを使えます。これ指定のアプリというところが重要で、 Android スマホのように好きなアプリをプレイストアからインストールできるわけではございません。需要がある大体の動画アプリは使うことができるので、それはこの後見ていきますね。次ですが内蔵車載スピーカーどちらからでも音が出せます。内蔵スピーカーが搭載されているので単体でも音が出せますし、車と接続して車のスピーカーからも音が出せます。次が画面分割ができます。これは半分半分5対5の画面分割ができます。そしてワイヤレスカープレイ、ワイヤレス Android オートが使えます。こんな感じで一部制限があるポータブルの Android ナビといったところでしょうかね。はい、中身をすべて取り出しました。これで全てです。それじゃあ一つずつ見ていきましょう。まずは本体から。反射防止のノングレア加工かと思いましたが違います。これはフィルムが貼ってあるだけでした。指紋も目立たないし反射しないから、撮影中はちょっとこの状態で続けていこうかな。ここから剥がせます。はい、本体は 11.4 インチのワイド画面。今時の横長って感じでいいね。本体上部を見てみると、ここに1箇所電源ボタンがあります。押した際の感覚はこんな感じ。背面に行きまして、ここなんか後付けできるような蓋がありますが、この製品では特に使わないようです。てか上から見るととってもスリムだね。横から見てみましょう。ここの側面にいくつかポートがあって、一番上が 3.5mm の AUX ポート、音声の出力端子です。その下はマイクロ SD カードスロットで最大 256GB まで対応しています。音楽や動画データを再生することができます。その下は 2.5mm の AV インポートです。こちら別途リバースカメラを取り付けるときに使うポートです。ただオッドキャストではここのオプションのリバースカメラについては現在のところホームページ上に載ってないので、別途社外品が必要そうですね。その下が電源の USB-C ポートです。はい、本体についている端子はこれぐらいでした。逆の側面には何もありません。下側はこんな感じになってますね。やっぱり薄いね。使い勝手は良さそうです。あと背面のここの部分、内蔵スピーカーが搭載されています。なので取り外して車以外でも使うことができますね。あと真ん中のここのくぼみですが、ここはスタンドを取り付ける位置です。今気づきましたが、ここの側面のポート、ちゃんとここに何のポートなのか刻まれています。これ分かりやすいね。
続いて付属のスタンドです。これはよくある蝶々みたいなやつ。両面テープタイプです。ここのダイヤルで角度が調整できるみたいですね。結構自由に動きます。スタンドはグニョングニョンしてます。これは設置位置がある程度アーチがかっていても設置できるようになのかな。取り付ける部分はこういう形をしていて、本体背面のここに差し込んでスライドする感じですね。上にスライドします。カチッと入りました。取り付けるときは差し込んで上にスライドします。外すときは下にスライドします。通れた。設置したら好きな角度を決めて、ここのダイヤルを締めると固定できます。車によってはスタンドをつけずにエアコンの位置に引っ掛けるマグネットタイプのものを加工したりして、それぞれの車に合うように設置するのもいいですね。次、電源ケーブルですが、シガーソケットから取るタイプです。対向側は USB-C。これ USB-A ポートがここに一つついてるのいいですね。次ですが、オーディオケーブル AUX ポートに挿すケーブルが1本入ってます。このケーブルはここの AUX ポートに挿します。 3.5mm ジャックです。あと説明書が1冊、厚さはこれぐらいでカラー印刷されています。それじゃあ車へ行きましょう。ということで車内にやってまいりました。とりあえずね、スタンドをつけてここに置いてみました。アウトランダーは結構ね、この位置斜めになっているので、付属のスタンドでそのまま設置すると首の位置を最大に上向きにしたとしても結構ね、前かがみになってしまいます。これなしだな。設置位置はそれぞれお好きな位置に設置してください。電源ケーブルの位置は左側です。一旦配線はそのままにしておいて、シガーソケットに接続しました。接続したら緑に光りました。はい、アウトランダーだったらこの位置がやっぱりベストだよなということで、スタンドを外してちょっとね加工してこの位置に取り付けました。隙間からハザードは押せます。こんな感じでお好きな位置に設置してみてください。これ今仮設置なんで耐久性とか走行テストとかしていないので、ちょっと取り付け方は省略します。イメージとして参考にしてみてください。今回レビューなんで配線はそのまま下にダラーンとしています。実際は綺麗に配線してみてください。指紋が目立たないと思うのでフィルムは貼ったままレビューしてみたいと思います。では電源オン。オッドキャストのロゴが出てきました。カットしますが、起動するまでは20秒ほどかかりました。起動するとまずは言語を選ぶ画面が出てきました。ここは日本語を選びましょう。あれ、反応しないな。タップしても反応しないですね。と思ってたらタップではなく上にスクロールで動きました。上下に動かすタイプでした。日本語に合わせて次に進みましょう。言語設定が成功したら地域を選択してくださいで、また日本を選択して次に進みます。はい、地域設定も成功しました。安全使用の注意をよく読んで進むと、はい、これがホーム画面です。ちょっと引き気味でこんな感じですね。これだと純正ナビもそのまま使えて、オッドキャストスクリーンフローで別の画面を表示って使い方も良さそう。操作する上での配置を見ていきましょう。まず一番左のこの縦のバーに最近使用したアプリや戻る画面分割ホームボタンが配置されています。で、左上ですが、ここには再生中のステータスが表示されます。ここの4つのアプリは固定みたいです。いろいろ触ってみましたが、なんか変更できなさそうでした。違ったらごめんなさい。で、右側がアプリ一覧です。この中でスライドできます。早速気になるポイントを見つけました。ただこれ設定で変更できそうですので変えていきます。ここのバーが左側にあるんですよ。これデフォルトだと左になっていたので、このバーを右側に持っていきたいです。日本では右ハンドルなんでね。はい、設定からディスプレイをタップ。ここにサイドバーの位置という項目があるので、ここをタップして今左側になっているので右側をタップします。はい、そうするとメニューバーが右側になりましたね。左側だと運転席から遠いので日本車は右にしておいた方がいいと思いました。ついでにバーの中を説明していきましょう。上2つは最近使用したアプリで、この矢印が戻るボタン、次が画面分割ボタン、そして家のマークがホームボタンです。次ですが、変えたい方は変えてください。七草はここ気になりますので変えていきます。2時43分となっていますが、夜中か昼か分かりません。 AM も PM も書いてなく2時43分だけ見ると七草は夜中の印象でちょっと違和感を感じますので変えていきます。設定から下の方に行ってシステムを押します。次に日付と時刻とあるのでここをタップ。一番下に行くとここに24時間表示とあります。これが今オフになっているのでオンにします。あれ、タップしてもオンにならないですね。
よくわかりませんが、その上の言語と地域のデフォルトを使用する、ここを一旦オフにしてみます。ここオフにしたら24時間表示が自動でオンになりました。これどっちかがオンになってたらどっちかがオフになるような感じですね。ちょっとよくわかりませんが、一旦ねここをオフオンしたら24時間表示はオフだけど14時45分24時間表示になりました。これでいいか。あとね、浮遊ボタンがあります。好きな位置に動かせるんですが、これをタップするとこのようなメニューが出てきます。横のバーにあったものは割愛しますが、音量の上げ下げがここでできます。一個一個押してもいいですし、上のバーをガッてやるとそれでも変わります。で、これが明るさです。明るさも上にバーがあるので、これは指でなぞって明るさを調整します。ちなみに一番暗くするとこんぐらいです。真っ暗にはなりません。で、この縦3本線のボタンはアプリ切り替え終了ボタンです。スマホと同じ感じですね。バックグラウンドで立ち上がっているアプリを表示できて、切り替えや終了ができます。操作感はこんな感じでしたので、次にインターネットに接続していきましょう。設定から Wi-Fi をタップ。Wi-Fi をオンにします。そうすると周囲の電波を探し始めますので、表示されるのを待ちます。いつも通り七草は社内 Wi-Fi を契約していますので、社内 Wi-Fi で試そうとしましたが、表示上接続はできているように見えるけど、実際にはインターネットに接続できていないという現象が出ましたので、今回はスマホからのテザリングで試していきます。はい、iPhone の電波を共有して Wi-Fi に接続しました。ここのマークも Wi-Fi 接続になりました。インターネットの接続方法はご自身に合った方法でお試しください。そしたらまずはシステムバージョンが最新バージョンが出ていないかを確認します。設定から一番下のシステムをタップします。次にシステムアップデートをタップ。このページになったらオンラインで最新バージョンが出ているかを確認できますので、オンライン紹介を押します。今チェック中となりました。新しいバージョンが出ているみたいですね。システムのアップデートをしましょう。これは不具合が修正されていたり、新しい機能が追加されたりしている可能性があるからです。8月27日のバージョンが出てますね。これが最新なのでダウンロードしましょう。ダウンロードをタップします。ポチッ。ダウンロードが始まりましたので、このまま待ちます。しばらくするとダウンロードが完了しました。今ダウンロードしたファイルを適用するために、今すぐアップグレードを押します。これでアップグレードが始まりましたので、また待機します。再起動してアップグレードに入りますとのメッセージが出てきましたので、このまま待ちます。再起動中です。あれ、指紋目立たないと思ってフィルム貼りっぱなしでやったのに結構指紋目立ってますね。立ち上がってきました。アップデート中はね、このまま電源を切らずに終わるまで待ってください。こんなゲージが出てきましたね。思ったより指紋目立つんで、やっぱりフィルム剥がしますか。よし、剥がすぞ。割としっかりめのフィルムだね。新品めちゃくちゃ綺麗。デロン。本来はこのような感じです。めっちゃ綺麗で触りたくないね。ではアップグレード終わるまで待ちましょうか。引き気味で見るとこんな感じです。純正ナビとの相性も良さそう。アップグレードが終わりました。アップグレード成功おめでとうございますとのメッセージが出ています。次、指定された好きなアプリをインストールしていきましょう。初期状態で YouTube や Netflix、YouTube Music などのアプリは元から入っています。ここで一つ重要なポイントなんですが、今回のこの製品は Google Play Store のアイコンがありません。なので Android スマホと同じように好きなアプリを何でも入れるということはできません。その代わりこのアプリストアから指定のアプリをインストールすることができます。このアプリストアの中には7つのアプリがあるんですが、もともと入っている Netflix や YouTube Music のアプリが見当たらなかったりするので、初期状態からインストールされているアプリを含むと9つのアプリが使えるということになります。ですのでここに載っているアプリ以外はインストールできません。ここが通常の AI ボックスや Android ナビとは違うことになります。具体的に言うと Google マップや Yahoo カーナビなどの地図アプリはインストールすることができないので使えません。ですのでナビを使いたい方はこの後やりますワイヤレスカープレイかワイヤレス Android オートでお使いください。初期状態では入っていなかったプライムビデオと TVer を入れていきます。ここ試してみましたが複数同時ダウンロードはできなさそうでした。プライムビデオがインストールできましたのでここに加わりましたね。開いていきます。どれか一つ再生してみましょう。
はい、このようにプライムビデオも見ることができます。長旅の時とかいいですね。もちろん運転手は注視しちゃいけませんが、同乗者には嬉しいのではないでしょうか。ネットフリックスも見ていきます。このような動画サービスは別途契約が必要ですからね。ネットフリックスも試しに一つ見ていきましょう。こちらもやっぱりワイド画面なので、全画面表示にしても横の幅はこれぐらい余ります。ネットフリックスユーザーも問題なく見ることができます。続いて TVer も見ていきましょう。TVer も結構使ってる方多いのではないでしょうか。見逃し配信とかね。はい。TVer も問題なく見ることができます。サブとして設置しておけば、純正ナビとは別に全画面で見ることができますからね。続いて YouTube 見ていきます。スタジオ七草のページを開きました。動きも問題ないと思います。この前動画を出してめちゃくちゃ人気だったこのオッドキャストミラータッチ、この動画を見ていきましょうか。はい、これが全画面再生です。ワイド画面なんで縁いっぱい広がるわけではなく、これぐらいのサイズです。まあ十分だと思います。両脇にこれぐらいのスペースは余ります。こっちもね。こんな感じですね。はい、それではオーディオ設定を見ていきましょう。内蔵スピーカーからも音が出せますし、車のスピーカーからも音が出せます。はい、開くと下に4つの種類があって、一番左が本体スピーカー。これが内蔵スピーカーですね。次が Bluetooth 送信。その次が FM 送信。で、最後が AUX です。はい、今本体スピーカーが選択されていますが、もうこれはそのまま本体の内蔵スピーカーから音が出ます。ただ内蔵スピーカーなんであんまり音は良くないです。聞いてみるとこんな感じが使える車種です。これがまず車側の前提条件ですね。取り外してどこかで単体で使う時とかはいいと思います。そこでやっぱり車のスピーカーから音を出したいですよね。その場合はこの Bluetooth 送信を選択します。これは純正ナビとオッドキャストスクリーンフローを Bluetooth で接続して車のスピーカーから音を出します。やってみるか。アウトランダーの場合ですが、純正ナビで機器接続をタップ、真ん中の登録をタップ。この画面になりましたら、この車両デバイス名三菱モーターズを覚えておいて、スクリーンフロー側で他のデバイスを更新します。ポチッ。はい、そうすると三菱モーターズが表示されました。これは先ほどの純正ナビに表示されていた三菱モーターズです。なのでこれをタップ。そうするとここがペアリング中となりました。待っているとこのように表示されましたので、画面の指示に従ってペアリングします。ペアリングコードが純正ナビにも表示されています。間違いないので OK ボタンを押します。そうするとここの三菱モーターズが接続済みになりましたね。純正ナビのメッセージを確認して決定をしたら、はい、純正ナビ側でもオッドキャストスクリーンフローが接続されていることを確認できました。スクリーンフロー側の Bluetooth の名前はこちらです。合ってるね。Bluetooth に接続したので、車側も Bluetooth に切り替えましょう。ここですね。今 YouTube を再生しています。ステアリングのボタンで音量調整可能です。車のスピーカーから音が出ました。聞いてみましょう。から使えます。七草は iPhone14 を現在使っていますので、対象外となりミラーリングはできないんですが、設定方法は同じなので、手順だけやっていきましょう。やっぱり車のスピーカーだね。続いて FM 送信でつないでいきます。 FM トランスミッターと同じ原理で FM ラジオの周波数に合わせて車のスピーカーから音を出します。この辺が空いてそうでしたので 94.9 にとりあえずしときましょうか。純正ナビ側も周波数を合わせます。設定方法は同じなので手順だけやっていきましょう。こちらでも車のスピーカーから音が出せました。最後に AUX ですが、こちらは車側にも AUX ポートがある場合、付属のケーブルで直接つないで車のスピーカーから音を出すこともできます。ちょっとね、こちらアウトランダーは AUX ポートがついていないので、これは試すことができませんでした。オーディオ設定は以上。ではワイヤレスカープレイとワイヤレス Android オートを見ていきます。七草は iPhone を使っているためワイヤレスカープレイで試していきますね。先ほど説明した通り地図アプリをインストールできないので、ナビを使いたい方はこのワイヤレスカープレイかワイヤレス Android オートから使うようにしてください。iPhone で Wi-Fi と Bluetooth をオンにしている状態で、ここに書いてある Bluetooth 名を iPhone の Bluetooth 一覧から探します。ここにありました T88- なんちゃらってやつですね。これを選択してペアリングの要求が表示されるのでペアリングを押します。連絡先等の同居する許可の選択をしてください。はい、この状態で待っていると
はい、この通りワイヤレスカープレイに接続できました。ここから好きな地図アプリを選択します。これ今例えばでマップを開きましたが、ワイヤレスカープレイ経由でこのようにナビは使えます。ここがポイントですね。さっき言っていた直接地図アプリをインストールして開くことはできないので、ワイヤレスカープレイかワイヤレスアンドロイドオートで地図アプリを開くしかありません。はい、そして画面分割ができます。ホーム画面上のサイドのバーからか浮遊ボタンを押してここのマーク、このボタンで2画面分割することができます。はい、こんな感じで現在はカープレイ上のマップと YouTube の2画面分割をしています。画面の比率は5対5のみ使えます。7対3や3対7には対応していませんでした。それではお得な情報、視聴者限定のクーポンがあります。クーポンの使い方がよく分かりませんでしたというお問い合わせがよく来ますので、しっかりと分かるように伝えていきます。これめちゃくちゃお得なんでぜひ使ってください。まず概要欄のリンクからこちらの製品ページに飛んでいただいて、その先でクーポンを入力します。こちら分かりやすいようにコメント欄にも入れておきますね。はい、オッドキャストスクリーンフローのページに飛べましたら、まずここのカートに追加します。ポチッ。はい、このような画面が出ますので、数量を確認して延長保証をつけたい方はつけてください。いらない方はスルーで OK です。その隣ですが、返品送料保険というものもありますので、こちらも必要な方は追加してください。いらない方はスルーで OK です。そしたら下のチェックアウト、こちらをクリックします。ポチッ。次のページに進みました。ここではお支払い方法を確認していきます。これらの簡単決済を使いたい方はこちらから進んでいただいて、クレジットカードを使いたい方は下に行きまして、ここから入力してください。ビザ、マスターカード、アメックス、JCB 使えます。カード情報を入れたくないなって方はペイパルがいいと思います。で、次です。右側に行きまして、スマホだったら下の方にスクロールしてください。ここにクーポンコードを入れる欄があります。こちらに ST5000 と入力してください。ST5000 です。これを入力したら、その隣の適用を必ずクリックしてください。ここの適用です。これを押すと、はい、合計金額が変わりました。今回はセール価格よりさらに5000円引きのクーポンです。めちゃくちゃお得です。ここでクーポンがちゃんと適用された金額になっているかを確認してからお支払いに進んでください。こちら ST5000 のクーポンぜひお使いください。ということで今回はオッドキャストのスクリーンフローをレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。今回気になる点はレビューしながらお話ししましたが、改めて言うとポータブルの Android ナビなんですが Google Play Store が使えないので、限られたアプリのみ使えます。ただ大体の需要がある動画アプリは使えますので満足度は高いんですが、地図アプリを使いたい場合はスマホ側のアプリを使うワイヤレスカープレイかワイヤレス Android オート経由で使わないといけません。まあ普段からカープレイや Android オートを使っている方には何も問題ありません。この点だけお伝えさせていただいて、中古車や古い車にはめちゃくちゃ便利なアイテムであることは間違いないですし、ポータブルなんで簡単に持ち運びできるので複数の車で共有してもいいですね。あとサブモニターとして用いて全画面動画ドーンっていうのもいいと思います。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車で使える便利なアイテムなど自由気ままにレビューしています。よろしければ今回の動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、コメントでテンション爆上がりします。何か質問があればコメントまで。それじゃあ今日はこの辺で See you again!